皆さん、こんにちは。コッパです。前回、最初の動画をアップしました。たくさんの方に見ていただきましてありがとうございます。動画作成も初めてだったので見にくいところも多かったですね。これから撮影環境を整えて少しずつ改善していこうと思います。近所の子供たちの壊れたおもちゃをささっと修理できる、かっこいいおいちゃんになれるようにジャンク修理を始めました。長い道のりになりますが一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。それでは始めましょう。前回修理したファミコンがここにあります。これをコンポジットで出力できるように AV 化します。ファミコンでは定番の改造です。ファミコンの AV 化は前期と後期によってやり方が少し違います。今回は後期型を改造します。ここに FF マークのあるものが後期型です。FF って何でしょう？ファイナルファンタジーでしょうか。意地悪な店員さんはここに値札シールを貼って隠していることがあります。そんな時はカセット差し込み口を開いて端子ソケットに金属のカバーがあるか確認しましょう。金属カバーのあるものが後期型です。稀にこの基板のように後期型ですが金属カバーのないものがありますが、数が少ないので気にしなくて問題ないです。回路図はこのようになります。ビデオ側のコンデンサの容量は220マイクロファラドから1000マイクロファラド。抵抗は75オームから110オームの間でお好みの明るさになるように調節します。今回の回路図はこれです。ニューファミコンが220マイクロファラド、110オームですので、任天堂さんおすすめであろうその設定にしてみます。コンポジットの黄色と白のメス端子を用意してください。ハードオフへ探しに行くのが面倒だったので Amazon で買いました。オス1つからメス2つへ分岐するので2セット入って4台改造できるのでお得かと思いましたが、ファミコン本体より高くついたのが納得いきません。後で Amazon を見るとコンポジットと USB をつなぐケーブルが300円ぐらいであったので、1台作るだけならそれをぶった切った方がお得です。次にケーブルと部品の配置を考えます。ケースを傷つけたくなかったのでコンポジットケーブルは痛恨のケーブルの横から出す刃道方式にします。映像と音声の信号はこの辺りからジャンパで取り出します。ノイズが入りにくいようにケーブルを最短になるようにすると、コンデンサや抵抗は RF モジュレータの下あたりになりますが、電源のヒートシンクから近く熱がこもりそうですね。悩ましいところですが RF モジュレーターの下で行ってみましょう。ケーブルの被覆を向いています。グローブつけてるのでやりにくいですね。家の隣を F1 マシーンが通り過ぎました。中のグランドの被膜まで一気に剥きました。これ凄技ではなく荒技です。真似しないでくださいね。今やニューファミコンも中古で1万円ぐらいになってますよね。高くなりました。ファミコンは今でも1000円出せば手に入るので10倍ぐらいの差ですか。10倍も価値が跳ね上がる改造ってなかなかないですよね。素敵です。何よりファミコンだからエンジと白のボディじゃないと全然気分が乗ってきません。見えるもの聞こえるものにおいや感覚といった五感で感じるものが当時の思い出とリンクしてくるので、見た目ってどうでもいいようでとっても大事な要素だったりします。このようになりました。きれいに整えてこうなります。コンデンサは東進工業の105度品を使いました。コスパいいのでお気に入りです。耐圧は 6.3V 以上なら何でもいいようですが、あまり大きすぎると収まりが悪くなるのでほどほどで。抵抗はカーボン抵抗の110オームです。コンポジット端子の黄色の線と抵抗をハンダ付けします。とんがりくんですね。フラックスが足りないとこうなります。
次に抵抗とコンデンサを接続します。ここ注意してください。電解コンデンサには極性があります。マイナス側をコンポジット端子側へ接続します。コンデンサに白いマークのついている方がマイナスです。大事なとこ見えません。ごめんなさい。こうなります。次に映像用のジャンパ線を用意します。ジャンパ線とコンデンサのプラス側を接続します。ちょっともっこりしてますが問題なしです。映像側の出来上がりはこんな感じです。くれぐれもコンデンサの極性は間違わないようにしてください。次に音声側です。コンデンサは音響用のものを使います。47マイクロファラドの 50V です。抵抗は金属の方がいいようですがなかったのでカーボン抵抗にします。1キロオームです。コンポジット端子の白のラインと抵抗を接続します。こちらももっこりしましたがしっかりつきました。抵抗とコンデンサを接続します。ここもコンデンサの極性に注意してください。コンデンサのマイナス側を抵抗と接続します。映像では見にくいですが黒のラインが入っている方がマイナスです。音声用のジャンパ線を作ります。グランドのラインを作ります。コンデンサと音声のジャンパ線を接続します。ニョッキしました。直近で問題なしです。グランドのラインはこの辺りでより合わせます。くるりくるりと黒のジャンパ線と接続します。コンデンサさん、ちょっとどいてください。ひょっこりコンデンサ。
そしてこうなりました。コンデンサの切った足は後で使うので捨てずに置いておいてください。このままではラインがむき出しなので熱収縮チューブや絶縁テープを駆使して絶縁します。映像、音声とグランドのラインが上と下に分かれてしまいましたが、後でいい具合に配線できましたので結果オーライです。基板にジャンパ線をつないで映像、音声の信号を取り出します。まずグランド線をつなぎます。ここ電源や RF 出力部の基板と接続している部分で熱が逃げてハンダがなかなか解けません。手こずってますね。ジャンパ線の接続箇所はここです。ここほんとハンダが解けない。ダメ押ししてます。薄いエタノールでお掃除します。さて、うまくできたでしょうか。確認しましょう。
RF ケーブルはもう必要ありません。ぽい。コンポジットケーブルで接続します。この時のドキドキたまりませんよね。テレビ側は赤白のステレオ入力ですね。テレビによっては白の線だけつなげは左右のスピーカーから同じ音声を流してくれるものもあるんですが、このテレビはそういう気の利いた機能がないので RCA 分配アダプターを使って接続します。ニューファミコンなんかは AV 端子から赤白のステレオ端子が出ていますが、あの子しれっとステレオぶってるけど、あれ同じ音声が左右から出てるだけのアナログちゃんです。一応コントローラーもつないでおきます。スタンバイ OK。 ドラクエにでテストします。ドラクエはオープニング画面がベタ塗りなので映像のテストに便利ですね。映像来ました。音声も大丈夫ですね。グッドボタンチャンス。画面を拡大します。直撮りなので干渉して見づらいですが縦縞が見えます。 RF 出力では画像が荒かったので気になりませんでしたが、コンポジットでくっきりすると目立ちます。次はこの縦縞を消しましょう。PPU の21ピンをカットしてトランジスタに SA937 のベースと直結です。この辺りになります。ここからは IC チップの足を切断するので後戻りはできません。心の準備はよろしいですか？トランジスタを取り外します。足が3本密集しているのでまとめてハンダを溶かして引っこ抜きます。グローブしているので油断しましたね。しこたま熱かったです。はい、勝ちました。もう一度トランジスタを戻すことになるのでスルーホールをきれいに掃除します。真ん中が恥ずかしがり屋さんですね。出てきません。裏から迎えに行きましょう。真ん中が少し残りましたがこんなもんでいいでしょう。トランジスタのベースの足を曲げます。
トランジスタの背中がへこんでいる方と反対の足です。お間違いなく。また大事なとこが見切れていますね。ここぞって時に弱いコッパです。こうなります。PPU の21ピンをカットします。切断した足を引き起こします。足を折らないようにゆっくり慎重に行ってください。このようになります。長すぎたので先っちょをほんの少しカットします。トランジスタを戻しますが、曲げた足とスルーホールが接触しそうなのでレジンで絶縁します。コンデンサの切断した足です。ここで使います。チョン付けで仮固定するとやりやすいです。
これだけで縦縞が消えることもあるそうですが、大抵はダメです。パスコンを追加します。積層セラミックコンデンサー 50V 2.2 マイクロファラドを使いました。この辺りです。ここをバイパスします。それでは縦縞が消えたか確認してみましょう。縦縞がきれいに消えましたね。それではささっと組み上げて片付けましょう。ファミコンのグロメットではパツンパツンで痛恨とコンポジットケーブルは入りません。グロメットなしでも大したことないのですが、ケーブルが傷つかないように愛情を注いでおきましょう。これに交換します。サイズはぴったりでした。
横の白いスライドレールでラインを切らないようにうまく配線してください。後期型の基板は音声関係で2点、前期型から改悪されたところがあります。一つは 200Hz から 2000Hz あたりで音声ノイズが発生します。もう一つは外部音源で音量バランスが崩れるようです。簡単な作業なのでそれも一緒に修正する予定でしたが、動画が長くなってしまいましたので、また別の動画でアップします。これで完成です。私が普段使いしてるファミコンはこれがベースになります。かなり長い間使ってますが、特にトラブルもなく元気に動いています。おすすめです。次回は以前購入した市販の AV 化キットを導入してみます。コンポジットケーブルをちょろっと出す葉道方式はかっこ悪いから嫌だとか、もっとエレガントに AV 化したいという贅沢な悩みを持つ方々は楽しめるんじゃないでしょうか。これからもコッパさんの作業台ではこのような動画を作っていきます。もし気に入っていただけたならチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またね。